1945年3月、硫黄島。アメリカ軍の手紙を日本軍の司令部へ運んだ2人の日本兵がいます。これはその12時間の記録です。なぜこの島だったのか。東京からおよそ1200キロ、サイパンからおよそ1150キロ、ちょうど中間です。サイパンを立った爆撃機が日本へ向かう、その航路の真ん中にあります。そしてこの島は行政の上では東京の一部でした。東京ですか。明治24年の勅令で東京府に組み入れられた島です。人が住んでいました。戦争が近づくと島の人たちは本土へ移されています。東京の一部である島が東京へ向かう飛行機の中継点になる。アメリカ軍がこの島を取った後、サイパンを立って日本へ向かった爆撃機のうちおよそ2400機がこの島に不時着しています。乗っていたアメリカ兵何万人もの命が助かった、そう言われます。ただアメリカ側の戦士そのものがそれは誇張だと書いています。書いた本人がそう言うんですね。アメリカ軍が硫黄島に上陸してからおよそ1ヶ月、島を守っていたのは小笠原兵団、陸軍の第109師団です。司令官は栗林忠道中将。陸軍がおよそ1万3000、海軍がおよそ7000、合わせて2万人ほどでした。ただこの数もまた記録によって違います。29,333人と書いたものもあれば21,000人と書いたものもある。そのうち歩兵の連隊は一つだけでした。鹿児島で編成された歩兵第145連隊3000人ほどです。あとは独立した大隊がいくつかと戦車と大砲の部隊です。陸軍と海軍がそれぞれの部隊を持っていました。その戦車の連隊を率いていたのは西武一。ロサンゼルスの五輪の馬術で金メダルを取った人です。金メダルのあの人ですか。3月半ばには島の大部分がアメリカ軍の手に落ちていました。2月19日、アメリカ軍は島の南東の海岸に上陸します。4日目に南の端のすり鉢山に星条旗が立ちました。そこから戦線は島を南から北へ押し上げられていきます。日本側の守備隊が残っていたのは島の北の端、岩だらけの狭い谷のあたりです。記録によればそこでなお組織的に戦っていたのはおよそ500人でした。この頃島の南半分はアメリカ軍のものになっていました。そこにいた部隊の一つが第3海兵師団です。この師団にとっても硫黄島が最初の島ではありません。ブーゲンビル、グアム、南の島を一つずつ北へ来ていました。その司令部で一人の将軍が手紙を書いていました。宛先は日本軍です。降伏の呼びかけですか。エスカイン少将。宛名は日本側守備隊の池田連隊長でした。なぜ総指揮官の栗林中将ではないのか。米軍の記録は理由をこう書いています。将軍は降伏に対して個人として引くに引けない立場にいるだろう、そう考えてあえて連隊長の方に当てた。敵の将軍の心の中まで読もうとしているんですね。手紙を運ぶのは米兵ではありません。捕虜になっていた2人の日本兵、かつてこの島の守備隊歩兵第145連隊にいた二等兵たちです。さっきのあの連隊です。昭和19年の夏から秋にかけて順次この島へ送られてきました。もっともこの連隊が最初に向かうはずだった先はこの島ではありませんでした。サイパンです。間に合わなかった。行き先は硫黄島に変わった。本にはそう書かれています。たまたまこの島だったんですね。ここで当時の話を少しだけ。捕虜になるということがどういうことだったのか、兵に配られた訓示にこう書かれていました。生きて領収の恥ずかしめを受けず、死して在家の汚名を残すことなかれ。ただしこれは訓令です。法律ではありません。捕虜になったこと自体を罰する条文は軍の刑法にはありませんでした。法律じゃないのにですか。兵たちはこの言葉を繰り返し教えられていました。硫黄島でアメリカ軍が記録した日本側の捕虜は3日の終わりの時点で216人。
その後の総統でさらに867人。日本側の集計では合わせて1033人。2人はその中にいました。そしてかつて自分たちがいた部隊の司令部へ歩いていくのです。持たされたものはタバコと食料と携帯無線機。2人は連隊長の指揮所の場所を知っていると申し出ました。本当に知っていたのかどうかまでは記録からは分かりません。米兵はついていかないんですか？行きません。戦場のただ中へ2人だけです。3月半ば、16日から18日頃のこととみられています。朝、2人はアメリカ軍の戦線を出ました。目指す指揮所は北の谷。南の平らな大地と違って岩と洞窟の入り組んだ土地です。道の途中、日本兵の集団に何度も出会ったと報告されています。それでも任務を捨てませんでした。朝のうちに数回無線でアメリカ軍に報告を送った後、2人は無線を切ります。考えてみてください。日本兵がアメリカ軍の無線機でアメリカ軍と交信している。その姿を味方に見られたらどうなるか。味方に会うことが一番危ないんですね。2人は唯一の連絡の線を自分たちから切ったのです。やがて1人が足の傷で動けなくなり、その場に残りました。もう1人が先へ進みます。そこから先は1人の足跡です。出発から6時間後、男は指揮所の洞窟に着きました。手紙を入り口の衛兵に渡します。そして待ちました。30分後、衛兵が戻ってきます。手紙は連隊長に渡した。連隊長は将軍と相談すると言っていた。それを聞くと男は急いで洞窟を離れました。ここまで来て返事は待たないんですね。洞窟の前は長居できる場所ではなかったのでしょう。記録は急いで退いたとだけ書いています。帰り道、男は朝から始めて無線の沈黙を破ります。今戻る。ただし午後6時半、男はアメリカ軍の戦線にたどり着きました。ただし朝出発した場所ではなく、アメリカ軍の別の師団が守る離れた場所にです。そこで男を待っていたのは質問でした。無線機を持った日本人が2人、ここで何をしているのか、それを説明するのに大変苦労したと記録にあります。無線機、行きは命綱だったのに、帰りは疑いの種になるんですね。ここで時計を少しだけ巻き戻します。この旅の数日前から島の守備隊の記録をたどります。3月14日、本日軍機を焼却す。軍機は敵に渡してはならないものでした。3月16日、最後の無電。3月17日、全力をもって反撃決行。事後消息不明。消息不明。日本側の記録はそこで途切れています。あの手紙が運ばれたのはちょうどこの記録が途切れていく日々のことでした。ではあの手紙はどうなったのか。日本側の記録を端から端まで読んでも手紙のことは一行も書かれていません。届いたのか、読まれたのか、それとも。米軍の記録はこう結んでいます。手紙が連隊長に届いたかどうかは永遠にわからないだろう。両方の記録が同じわからないで終わっているんですね。硫黄島の戦いの終わりにアメリカ軍から日本軍へ一通の手紙が運ばれました。運んだのは名前の残っていない2人の二等兵です。この12時間のことが分かっているのは帰ってきた2人がそう語ったからです。この人たちはどんな気持ちで歩いたんでしょうね。それはどの記録にも書かれていません。この手紙の記録とたどり直した道のりは概要欄の蔵に置いてあります。次の1枚も探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。